こんにちは、ジパング55のタカです。今私はプラハ国際空港からクロアチアのスプリトに向かっています。現在スプリトの上空にいますが、海が綺麗ですね。番外編として、クロアチアのスプリトをご紹介します。今回はスプリト市内とフバル島を中心に訪れました。その2カ所を中心に、クロアチアとスプリトの概要、おすすめ観光スポット、レストランの3つに分けてご紹介します。動画が長いので、概要欄の目次からご自身が必要な部分まで飛ばしてご視聴ください。普段このチャンネルはホテル紹介を中心に日本の魅力をご紹介しています。少しでも楽しんでいただけたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速紹介していきます。まずはクロアチアとの概要と市内までの行き方をご紹介します。クロアチアはバルカン半島にある共和国です。アドリア海に面しているため、海鮮が美味しく、多くのビーチリゾートがあります。日本からは直行便がないので、中東かヨーロッパで乗り換えになります。クロアチアは首都のザグレブをはじめ、多くの観光都市があります。代表的なのは、島々に向かうことができるクロアチア第2の都市スプリト、魔女の宅急便のモデルと言われているドゥブロブニクなどが有名です。スプリトから市内までは、バスで30分から40分ほどです。今回はスプリトに滞在し、クロアチアの魅力をお届けしていきます。空港から電車などはないので、バスかタクシーで向かいます。市営バスもありますが、直通のシャトルバスを利用した方が楽だと思います。値段は8ユーロほどです。タクシーを利用する場合は、ぼったくりタクシーなどもいるので注意しましょう。乗車前に値段をしっかり確認した方が安心です。スプリトの空港はリニューアルしたばかりなので、とても新しく綺麗でした。ただお店などはほとんどなく、レストランもカフェのようなお店が1軒あるだけでした。空港で時間を潰すのはなかなか難しいかもしれませんね。シャトルバスは空港を出て目の前にあるので、分かりやすいです。チケットは事前にネットで購入できますし、ドライバーから購入もできます。30分に1本の間隔で出ているようです。中は普通の観光バスの感じですね。それでは市内に向かいたいと思います。クロアチアは広いため、観光する場所は絞った方がいいかもしれません。首都ザグレブと湖が綺麗なプリトビッツェ国立公園を回り、そこから足を伸ばしてドゥブロブニクに向かう方が多いです。スプリトは中間地点にありますが、観光名所は少なめです。ですが、多くの島々を回ることができるので、ビーチや島々を楽しみたい方はおすすめの都市です。クロアチアは夏になるとヨーロッパの観光客が多く訪れます。そのため道路なども混雑するので7月から9月に訪れる方は注意が必要です。私は6月に訪れたのですが少なからず混雑が始まっていました。バスはスプリト駅のほぼ目の前に着きます。港の目の前でもあるので便利だと思います。港の前には様々なツアーを予約できるデスクなどもありました。スプリトは本数は少ないですが電車も通っています。基本はクロアチア国内行きですがヨーロッパ各国にも出ています。市内から空港に向かう場合も到着した場所と同じところからバスが出ています。夏場は混雑するので早めにネットで予約した方が良いかもしれません。バスの時間はほぼ時間通りに運行していました。それではスプリトの観光スポットをご紹介します。スプリトはもともとギリシャ人の入植者が細々と貿易を行っていました。そこにローマ帝国がやってきて、この地域をダルマチア属州としました。ローマ皇帝のディオクレティアヌスは305年に自身が余生を過ごすため宮殿を建設しました。それが今でも市内に残るディオクレティアヌス宮殿です。スプリトはこの宮殿を中心に
時代ごとに増築されていった建物が混在する不思議な空間となっています。宮殿といっても古代ローマの遺跡が残りつつ、中には多くのレストランやショップがあります。宮殿の周りには多くの露店があり、サングラスやお土産などいろいろ売っていました。教会もありました。他のヨーロッパの荘厳な教会というよりは町の教会といった感じでした。日曜日にはミサも開催しており、観光客の方も参加していました。こちらはディオクレティアヌス宮殿を海側から見た光景です。今はレストランなどが入っていました。テラス席などで食事すると気持ちがいいかもしれませんね。ディオクレティアヌス宮殿は4つの門があります。北側の金の門、南側の青銅の門、西側の鉄の門、東側の銀の門です。こちらは金の門です。当時は大都市サロナにつながる道があったため、正門として使われていました。一番見応えがある門かもしれません。門の近くには10世紀にクロアチア語で最初にミサを行ったセーグラグールの像があります。像の左足の親指に触れると幸せになれるということです。私も触ってみたいと思います。ヨーロッパでは触ると幸せになれるという伝承が多いですね。宮殿の反対側には南側の青銅の門があります。海側にあるため、当時は荷物の荷下ろしをしていたそうです。中に入ると地下宮殿が広がっていました。古代ローマ時代の遺跡が多く残っており、タイムスリップした気分になれますね。外に出ると宮殿の中心、ペリスティルがあります。ローマ兵の格好をした人と写真も撮れるようですね。私は撮らなかったのでわからないのですが、もしかしたら有料かもしれません。立派な酒楼もありました。近くにはドーム状の玄関広間だった場所があります。この奥の列見の間で皇帝は人々と謁見しました。下記は時間帯によってクロアチアの伝統音楽であるクラパと呼ばれる男性合唱があります。とても美しい歌声を聞くことができるので、立ち寄ってみてください。宮殿内のいくつかは、有料施設で見学することができます。セット売りしており、今回は9ユーロのブルーチケットを購入しました。それでは広場近くの大聖堂から見学します。ここはかつてディオクレティアヌスの霊廟でした。後にキリスト教の大聖堂に改修されました。中はこじんまりしていますが、装飾は素晴らしかったですね。キリスト教の絵画や古代ローマの遺跡を見ることができます。以前はディオクレティアヌスの石棺が置いてあったそうです。ですがキリスト教を弾圧していた皇帝はキリスト教徒から嫌われていました。そのため迫害によって殉教した聖ドムニウスに捧げる霊廟に改修されたそうです。きらびやかな装飾や絵画が飾ってありました。他にも地下空間や聖番洗礼堂などを見れました。正直内容は大したことなかったので、大聖堂だけ見学すれば良いと思います。外に出ると結婚式の余興をやっていました。これからこの大聖堂で結婚式を挙げるそうです。観光客も混じってお祝いムードでした。
場所を変えて、こちらは銀の門です。先ほどご紹介した露店のすぐ近くにありました。門は複数ありますが、正直、金の門が一番見応えがありますね。そこだけ見れれば、他は見なくてもいいかもしれません。宮殿内には細い小道がたくさんあります。しばらく歩くと、どこかしらの広場にたどり着くといった感じでした。お土産店には青を基調とした魚模様の器などが売っていました。可愛らしいお土産が多いですね。オリーブオイルやハンドソープなど、石鹸系なども販売していました。スプリトはジェラートが有名です。宮殿にも多くのジェラート屋さんがあります。中でも宮殿内にあるこのお店は美味しいと評判です。味の種類も豊富ですね。今回はブルーベリー味のジェラートにしました。暑いので冷たいジェラートがより美味しく感じますね。ぜひ皆さんもいろんなお店のジェラートを試してみてください。海沿いの道はレストランなどが多くありました。日差しが強いので日が当たる場所にはそんなに人がいませんね。ここは角島に向かう船があり、自前のクルーズを所有している富豪も多いようです。後ほどスプリト近くのクバル島に向かいたいと思います。スプリトは角島島を回るのであればおすすめです。注意点はスプリト自体にはあまり観光スポットがなく、市内近くにものすごく綺麗な海があるわけではありません。ぜひ他の島々に行く前提で訪れてみてください。それでは近くのビーチに向かいたいと思います。スピリトは港を離れると多くのビーチがあります。市内からバスも出ているので向かいやすいと思います。私は30分ほど歩いてビーチまで来てしまいました。暑さもあり少し大変でした。クロアチアの方は泳がずに本を読んだり日光浴だけ楽しんでる人も多くいますね。のんびりした時間を過ごせると思うのでゆっくりしてみてください。それではスプリト近くのクバル島をご紹介したいと思います。スプリトの南にある島で船で1時間ほどの距離です。船代は少し高く往復8000円します。本数も多くないので朝向かい夕方に帰るか一泊するのがいいかもしれません。チケットは事前にネットで購入するか港で購入できます。夏季期間は当日購入だと売り切れの場合があるので早めに購入しましょう。船乗り場は番号で指定されており、今回は16番の桟橋でした。何番の桟橋か分かりにくいので聞いた方がいいかもしれませんね。船は意外に大きく数百人は乗れそうな大きさでした。座席もかなりしっかりしています。これなら1時間の船旅も楽に行けそうですね。出発するとかなりスピードが速いですね。便によっては途中の島々に寄っていきます。あっという間にフバル島に到着しました。港には多くの船が停泊していました。島々を回るツアーも多く、ここからも多くの船が出港していきます。丘の上には砦が見えますね。今は眺めが良い場所として観光客を楽しませています。港の海は透明度が高いです。港を降りると石畳の広場などがあり、古代ローマ時代の雰囲気を感じることができます。広場にもレストランなどが多くありました。近くには観光客向けの露店が多くあります。中でもラベンダーは名産らしく、多くの店がありました。匂い袋などが売っていますね。クバル島にもジェラートのお店がたくさんあります。味も種類が多く、特にフルーツ類の味が多いですね。今回はマンゴー味にしました。海辺でジェラートを食べながらゆっくり過ごすのもいいと思います。暑いので溶けやすいのが難点ですね。海岸にはクロアチアの国旗がなびいています。とてもいい天気ですね。クロアチアの夏は雨も少なく、暑さも湿気がないので過ごしやすいですね。
それでは丘の上にある砦に向かってみたいと思います。小道を登って上まで歩きます。階段の途中からは海を見渡せます。しばらく歩くと参道になります。かなり暑いので水分補給をしながら登る必要があります。道の途中もフバルの港の街並みを見ることができます。山頂に到着しました。歩いて20分ぐらいだったと思います。海を見渡せる場所にベンチがあります。ここが要塞の入り口です。入場料で10ユーロかかります。入らなくても景色を楽しめそうだったので、今回は入りませんでした。山頂からはフバル島の綺麗な景色が広がっています。青いアドリア海と青い空、そしてレンダ色の屋根がとても映えますね。それではビーチに向かいたいと思います。小道を歩くだけで地中海の雰囲気を味わえますね。フバルのビーチはビーチによって透明度が結構違います。港近くのビーチも綺麗だったのですが、人が多く透明度もそこまで高くありませんでした。30分ほど歩くととても綺麗なビーチがあるようなので、そちらに向かいたいと思います。こちらがビーチです。透明度が高く海底がよく見えますね。ビーチも広めなので場所もありそうです。近くに来ても透明度が高いですね。それでは早速海に入りたいと思います。浅瀬だったのでサンゴ礁がなく、魚などはあまりいませんでしたね。泳いでいると2匹から3匹見かける程度でした。みんなはしゃいで泳ぐというよりは、綺麗な海を見ながらゆっくりしていました。中にはシュノーケルや浮き輪などで遊んでいる人もいました。有料ですが、近くのお店でビーチパラソルも借りることができるみたいです。レストランは2軒ありますが、少し高めでしたね。それでは続いて、スプリとフバル島のおすすめレストランをご紹介します。まず最初にご紹介するのは、フィフェです。ディオクレティアヌス宮殿の西側にあります。この辺りは、レストランや飲食店が多かったですね。中は写真などで装飾されていて、とても雰囲気が良かったです。ここは比較的リーズナブルに食事をいただけます。オープン直後だったので、ほとんどお客さんはいませんでした。私たちの他には、団体で10人ぐらいの日本人観光客がいました。店員さんも気さくで、とても親切にメニュー内容を説明してくれました。量が多いので、そんなに注文しない方がいいとアドバイスもしてくれました。今回注文したのは、肉料理のチェバプチチとイカのフリットです。チェバプチチはクロアチアのあるバルカン半島諸国で広く食べられているそうです。小さく切った肉を丸く焼いた料理です。特にクロアチアの隣のセルビアやボスニア・ヘルツェゴビナでは国民食として食べられているそうです。イカのフリットはこのお店でおすすめだというので注文しました。ただ量がものすごく多く、揚げ物系だったので食べるのが大変でした。このお店ではイカスミのリゾットなどが美味しくて有名なようです。一品はそちらにすればよかったと料理が来てから後悔しました。ただ味はどれもとても美味しいです。量はかなり多いのでその点は注意が必要です。値段も量を考えるとかなりお得なのでぜひ訪れてみてください。続いてはピッツェリア・セッテ・ソレルです。先ほどのお店同様、ディオクレティアヌス宮殿の西側にあります。お店の前と屋上がテラス席になっています。クロアチアはイタリアの向かいにあるので、イタリア料理も美味しく有名ですね。ピザの種類もすごく多いわけではないので、逆に選びやすかったです。値段は日本で本格ピザ屋さんで食べる料金とそんなに変わりはなかったですね。
私はチーズベースのエレクトラとトマトベースのマイヤを注文しました。ピザも熱々で、パンも熱いですね。チーズも濃厚で、とても美味しかったです。1枚が結構大きく、お腹いっぱいになりました。お腹に余裕がないときは、注文する量を調整した方がいいですね。トマトベースも我々が普段食べているマルゲリータのようで、とても美味しかったです。ここは地元の方もよく来るみたいなので、ぜひ利用してみてください。場所が変わって、フバル島にあるダルメシアンです。フバル島の港近くにあるお店です。小道にあるお店なので、少しわかりにくいかもしれないです。お店はテラス席と店内がありました。テラス席の方が雰囲気はあったのですが、暑いので店内にしました。値段は少し高めかもしれません。ここではクロアチアがあるダルマチア地方の料理を食べることができます。いろんな料理がありますね。食前酒に甘い都会ワインとドライフルーツを提供してくれました。お祝いで利用したのですが、サービスでロゼワインも提供してくれました。店員さんは気さくで、この地域のことなども丁寧に説明してくれました。クロアチアは独自の料理文化というより、ダルマチア地方料理とイタリア料理が混在しているようです。そこにバルカン半島の食文化も混ざり、主に海岸では海鮮、内陸では肉料理が発展していったそうです。最初にタコのカルパッチョを注文しました。こちらもダルマチア料理の名物だそうです。一緒にキッシュも提供されました。タコのカルパッチョはオリーブオイルで味付けされており、少ししょっぱかったです。タコはものすごく薄く切ってあり、どうやって切っているのか不思議でした。続いてこの店名物のトリュフのニョッキを注文しました。黒いのはイカスミで味付けられています。上にもトリュフが乗っていて美味しそうですね。味はイカスミも効いていて美味しかったです。ただこちら値段がかなり高く、36ユーロします。量は多かったので満足ですが、一皿で6000円以上すると思うと少し躊躇してしまいますね。個人的には他のリーズナブルな料理でも十分美味しそうなので満足できそうです。店員さんはすごく気さくで丁寧に料理を説明してくれるので、今の気分を伝えておすすめを聞いてもいいかもしれませんね。最後にデザートワインも提供してくれました。甘いワインでした。全くワインを注文していないのに3杯もワインを飲んでしまいましたね。フバル島に来た際は立ち寄ってみてください。それでは今回のクロアチア・スプリトいかがだったでしょうか。リゾート地ということもあり、値段は全体的に高めでしたが、真夏のリゾートを満喫できる地域でした。クロアチアは首都のザグレブやドゥブロブニクに注目が行きがちですが、ぜひ島々も見てみてください。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。